シャイロック。まだ日が高いが、もうバーを開けるのか。今日は自分の生まれた日だから、普段とは違う経験がしたい。では、この時刻に酒を飲むことはあまりないが、私も一杯もらおう。誕生日おめでとう、シャイロック。お前の誕生日を祝いたい者は、この世界中に星の数ほどいるだろうが、こうしてお前の瞳を見つめながら祝福を伝えられる私は、幸運だな。情熱的な口説き文句？まさか、思ったことを伝えただけだよ。シャイロックにこの花を。店で一番綺麗な花を選んできたつもりだが、やっぱり、あんたの方が綺麗だ。なんてな。せっかくの誕生日だし、たまにはあんたを口説いてみようかなって。どうだ？ちょっとはクラッときたか。ははは。残念。精進するよ。シャイロック、お誕生日おめでとうございます。あなたには夜とお酒の香りがよく似合いますよね。僕の知らない忌避していた世界も、あなたの口から聞くと、まるで魅力的な物語のようで、心が躍ります。では、新しいお話を。はは、やったー。花火の音が聞こえてきたか。シャイロックの誕生日パーティーの幕開けじゃの。よし。たまには、我らも西に混じって、北らしく強大で壮大な大花火を見せてやろうとするかの。西の華やかさとは一味違った花火で楽しませてやろう。北の国らしく、強大で壮大な大花火でシャイロックの誕生日を祝ってきたのじゃが、魔法車が壊れそうなほどの大爆発になってしもうた。シャイロックも西の魔法使いたちも喜んでくれたが、久々だと手加減を忘れてしまうのう。ねえ、シャイロック。誰か好みのお酒ばかり作っていないで、たまには自分の好みや欲望だけを詰め込んだものを作ってみたら？誕生日なんだからたまにはいいだろう。名前はそうだな。西の魔法使いムル、なんてどう？シャイロックの誕生日ですね。思えば、バーの天井や壁はあまり壊したことがない気がします。暴れようとすると、すぐ店じまいをして、続きは外でと言われるので。でも確かに、外の方が動きやすいか。よう、西のパイプ飲み。ああ、うまそうだろ？今夜はワインの気分だったからな。香りがいいのを一本開けちまおうと思ったんだ。一人でしっぽりやるつもりだったが、今日の主役が飲みてえってなら話は別だぜ。シャイロック、これを。東の国の職人が作ったワイングラスだ。センスのいい君のお眼鏡にかなうかどうか、と送るべきか悩んだんだが、日頃の礼をしたくてな。店主として、いつもいろいろと話を聞いてくれてありがとう。シャイロック、誕生日おめでとう。あの西の魔法使いの連中をまとめるなんて、なんだかんだ、あんたもただものじゃないよな。え？私のくせ者な一面をお見せしましょうかって。ああ、ちょっと心の準備ができるまで待ってくれる？誕生日おめでとう、シャイロック。あんたは人を褒めるのがうまいよな。洒落た言葉で褒められるのは気分がいいし。ヒースもあんたに褒められた時は嬉しそうだ。今度秘訣を教えてくれよ。シャイロック、誕生日おめでとう。プレゼントに何を贈ろうかなっていろいろ考えて、ガラス細工に挑戦してみたんだ。ロックグラスにバラの模様と蝶を彫ってみたんだけど、シャイロックに渡すの、なんだか緊張するな。もうすぐ日が沈みますね。よければ、夕空の散歩にお付き合いいただけませんか？夜の訪れと今日の終わりをあなたと一緒に眺めたくて。今日見た夕空を目に焼き付けましょう。またいつでも思い出せるように。シャイロック、
お誕生日おめでとう。これだけ一緒にいても、俺は君についてわからないことがいっぱい。君は、君のこと好きな俺が好き？それとも、君のこと嫌いな俺が好き？俺はね、俺のことが好きで嫌いな君が好き。甘えさせ上手なシャイロック？今宵は君がソファーにゆったり座っているだけで、お祝いの一杯と軽食が出てくるよ。まずは卵を。君を甘やかそうと頑張る僕を甘やかすのが好きなんだね。今日のお祝いに、ガーネットのブローチを作ってみたよ。石を見た時に、シャイロックの瞳を思い出したんだ。落ち着いた色合いだけど、揺るがない情熱を感じさせる赤が、シャイロックにぴったりだよね。お誕生日おめでとう。眠れない夜にバーの扉から漏れ出る明かりを見ると、なんだかほっとするんだ。毎夜、変わらずにバーを開いてくれてありがとう、シャイロック。どうして急にそんなことを？警戒しないでよ。君の誕生日だからさ。シャイロックとは魔法社に来る前からの顔見知りですが、初めて会った時から彼の気遣いには救われてきました。今日は彼の誕生日ですから、あの時の恩の分まで、俺にできる目いっぱいのお祝いをしようと思います。シャイロックさん。どうしてじっと見つめているのか？あなたをダンスに誘いたいからですよ。シャイロックさんにおねだりするときは、こうするのが一番効くような気がして。どうでしょう？わーい、やった。じゃあ早速、踊りましょう。僕の唇が赤い？さっき、シャイロックさんのお祝いで、ルージュベリーの飲み物を飲んだんです。シャイロックさんも同じのを飲んでたんですけど、唇が赤いのが、わーって感じで、ドキドキして、この感じ、賢者様もわかりますよね。